というわけで、なぜかね、1000円弱で泊まれたこの宿、もうほんとね、最高でした。朝食付きで、朝食もめっちゃ豪華でした。逆にこんな値段で泊まれてしまって、こっちがね、申し訳ないなって思うぐらい、めっちゃいい宿でした。本当はもうずっとこの宿にいたいんですけれども、ここ1泊しかできないんでね、もっと安い宿に移ろうと思います。ということで、今から宿を移動します。別の宿、もうネットで予約しておきました。昨日ね、宿を物色している時に見つけた宿で、飛び入りよりもね、ネットで予約する方が安いって話だったんで、もう部屋はね、チェック済みなんですけど、今からそこに移動します。ということで、宿はここ、ホテルファルコンビューっていうところ、チェックインしてきます。新しい宿。昨日とは打って変わって激狭ですけれども、でも個人的には、これぐらいの宿の方が落ち着くかなというところでね、しかも一応、これマウンテンビューということで、天気悪いんであんま見えないですけど、ここで3日ほど滞在する予定です。今日はちょっと観光を後回しにするということで、今いるこのダージリンっていうのは西ベンガル州なんですけれども、次はシッキム州っていうところに行く予定で、そこもね、パーミットを取らなきゃいけないんですね。で、このダージリンでそのパーミットが取れるんで、今からそれを取りに行ってきます。っていうのも土日になったらやってないと思うんで、今日中に取らなきゃいけない。時計台近くに申し込みのオフィスがあるはずなんですけれども、いまいちどこかよくわかんないな。どこだろう。あそこかな。ちょっと行ってこよう。ここでね、申請書をゲットして、ここからまたちょっと別のところに行って作った申請書を提出して許可証を得るということになるんですね。で、その場所はね、ここからね1キロぐらい離れたところなんで、テクテク歩きながら向かおうと思います。あとダージリンまで来るとこういう風な形でチベットのお坊さんもよく見かける。いやにしてもダージリンはもう道がねやっぱり狭いんですよね。山道で、ただもうこんな感じでね、人通りも車もバイクも多くて、もっと落ち着いたところなのかなと思ってたんだけど、結構想像しい。特にこのメインロードあたりはね、結構歩くのも大変で、今向かっているのがねディスクリクトコートということで、地方裁判所、ここで、さっきね作った書類っていうのを提出して、シッキムの入域許可証っていうのが受け取れるという風な形なんですね。お金も何もかかっていなくて、パスポートだけで作れるみたいです。この辺のはずなんだけどちょっとよくわかんない。どこだろうな。ここでいいのかな。ちょっと心配ということで、無事シッキムの入域許可証取れました。余裕だった。めっちゃ早かった。もう5分ぐらいですぐ作ってくれた。パスポートのコピーとかっていうのいらなかったです。原本だけで OK でした。ということで、ここでねシッキムの許可証が取れます。地方裁判所、建物そのものがね結構歴史ある感じでいい感じだった。で、ここにはもうボロボロの廃車の車が並んでる。で、今から帰ろうというタイミングで雨が降りそうな予感。雨降る前に部屋に戻りたい。いや、ちょっとやっちゃった。いつの間にかカメラのレンズキャップが外れてどっか行っていた。多分街歩きしてる最中にどっかに落っことしたんだと思うんですけれども、予備のレンズキャップも持ってきてないんでやってしまった。ここ最近ね、なんかやたらとね物がもう壊れ始めてるんですよ。例えばずっと僕がつけていたねこの健康管理用のスマートリング、これもね壊れて全然接続できなくなってしまって、こういう風になんか物が壊れ始めるとそろそろ帰国のタイミングなのかなという風な気もしないでもないんですけれども、まだもうちょっと続けようと思います。すごい霧。ノーム雨は降ってないんだけども霧がすごいな。この辺の通りは車が入ってこれないから歩きやすい。いいなこの辺が。天神ノルゲイさん、ヒラリーと一緒に一番最初にエベレスト登った人ですね。ネパール人のシェルパ。やっぱりこの辺
ネパリが多いのかな。あ、広場になってるんですね、ここね。猿がいる。いい感じの本屋さん。こういうの見るとやっぱりチベット文化圏に入ってきたんだなって気がしますね。まだダージリンはその入り口っていう風な形で、ここからねシッキムとかに行くともっとこのチベット色が強くなると思うので、個人的にこの旅の最初ね、中国で本当はね東チベットを回る予定だったんですけど、それは行けなかったんで、この旅初めてのチベット文化圏かな。足もねだいぶ良くなってきたんで楽しみ。あとこの辺の人気のレストランは夜はもうダメですね。もういっぱい。こんな感じで道路大変。というわけでまだあと数日このダージリンには滞在予定なんでね、明日も明後日もこの街散策していこうと思います。ダージリンの朝、今日も朝ね山見ようと思って早起きしたんですけれども、曇っていて見れずって感じで、ただ今9時過ぎなんですけど、徐々に青空も見えてきた。今日天気いいのかな。やっぱりダージリンはね観光地っていう風な感じなんですけれども、ただ一歩ね路地を入るとこんな感じでね、めっちゃいい感じなんですよ。街歩きもね楽しい。で最近だいぶ足も良くなってきて歩けるようになってきたんで、なんかいろいろと見てみるとダージリンってタイガーヒルっていう展望台があるんですけれども、この季節はそこもあんまりよく見れないっていうことで、こうやってね街歩きしながら過ごそうかなというふうに思ってます。そしてここがダージリン名物トイトレインの駅ですね。こういったちっちゃいね蒸気機関車が走ってるんですよね。एक हफ्ता लगाएको हो 805 रुपियाँकोということでここがね蒸気機関の駅なんですけど、やっぱりねもう周りはねすすだらけなんですよね。でちょっとねこういったね柱とかね触るだけでね、もう手がこんな感じでもうすすだらけになるって感じで、ここで仕事する人結構大変だよな本当。もう全身真っ黒になると思う、あっという間に。今日は天気がいい。歩いてるだけで結構ホカホカする、絶好の動物園日和ということでね、今から歩いてダージリンの動物園まで行ってこようと思います。その前になんかご飯食べたいなということで、昼ご飯チキンターリー完食、美味しかった。からのチャイ。動物園はここから歩いて5分だし、ここがダージリンの動物園。入場料いくらなんだろう。外国人料金あんのかな、勘弁してほしい。外国人は180でカメラが10、インド人は110ですね。ということで総額190で入場。何がいるんだろう。あ、ここにあるな、いっぱい。やっぱりヒマラヤに住んでるやつが多いんですね。なんかマウンテンゴートみたいなやつね。こう見下ろすタイプの動物園。ここなんだろう。ここもそんな感じ。ヤギとかそんな感じ。
で動物園の中にはヒマラヤに関するミュージアムもある。行ってこよう。いやこのね動物園に併設されているこのヒマラヤの博物館ね、これがね思いのほか見どころたっぷりだった。主にねインドのヒマラヤ遠征の歴史っていうのを扱っていて、博物館自体はねすごく小さくて3、40分で見て回れるんですけれども、で特にやっぱりテンジン・ノルゲーさんね、ヒラリーと一緒にエベレストを発動したシェルパですけれども、テンジン・ノルゲーさん、彼は何だろう、ダージリンにゆかりがあるのかな、よく名前見るんですよね。でこの博物館の中ではね、日本人でも田部井純子さんね、女性でねエベレストを発動した人、田部井さんの写真なんかもあったけど、上村直美さんとかはなかったな。動物はあんまり冴えないんですけれども、この博物館は良かった。でボルダリングの施設もあるんですね。いや全然動物園っぽくない。こんな感じで壁がある。結構でも立派な壁。ここ雪ひょうはぐっすり寝てる。でここはベンガルナチュラルヒストリーミュージアムということで、ベンガル自然史博物館、動物園なんですけれども博物館が充実している。自然史博物館は剥製がいっぱいあるって感じですね。やっぱり昼間はみんな寝てんのね。雪ひょうもだし、狼も虎もみんな就寝してる、寝てる。猿も寝てる。ということでダージリン動物園でした。土曜日の夜のせいかも人がめっちゃ多い。レストランとかもどこ見ても満員。こういう時結構ね一人旅はやっぱりねきついんですよ。中心部でも停電になる。今インドエネルギー問題っていうのがあってね、ホルムズ海峡が止まってしまって、特にLNG のガスとかっていうのがないっていうので、この辺街の中心なんだけど、そこでもがっつりと停電。日曜日の朝のダージリン、今日も霧が濃い。今までね部屋で WBC の結果を出たんですけれども、残念ながら負けちゃいましたね。若虎の2人活躍したみたいなんですけど、個人的には WBC ぐらいしか明るいニュースないかなと思ってたんですけれども、残念ですね。こんな感じで魚屋の隣に散髪屋さんがある。次カリンポンっていうところに行くんですけれども、ここでブッキングできます。他は全部ねシリグリ行きなんですね。このジープはね、カリンポン行く人少ないみたい。ダージリンの市場。果物も昼ご飯食べに行ってきます。ご飯食べに来たんだけど、やっぱりこの路地歩きが楽しくてついつい歩き回ってしまう。この辺の市場のドロカルレストランで食べようと思います。この辺の市場のレストランは1階が調理場で2階がこういう風な席になってるということで、バフ調麺、水牛の調麺、いや美味しかった。大雨と風で物がどんどん飛んでくる。雨は止んだんですけど、風がね突風がやばくて、外壁とかがねバンバン飛んでくるんですよ。こんな感じで
いやもう皮肉なんだけど、この大雨の後景色が綺麗に見えてる。いやダージリンに滞在していてこんなにクリアに見えたの初めて。屋根の撤去がえらいことになってる。ということで晩ご飯はフィッシュライスということで完食。美味しかった。ということで今ねまだね7時前なんですけれども、大雨と突風のせいでもうダージリンね街中が停電ということで、早いところも部屋戻ろうと思います。で明日にはねこの街を出て、新しい街へ移動するのでね、またよろしくお願いします。ただ街中が停電ということもあって見えないと思うんですけど、星が綺麗。ダージリンで星が綺麗。いやいやこれは結構いい。